M4 の iMac をレビューしていきたいなというふうに思っております。いや、薄いな。タイプ C ケーブルになりました。手元の部分をこう映す。ラグが一回もないね。ゴリゴリの人のサブにもおすすめなんですよ。インテリアを崩しません。本当にね、反射してないですよ、今。どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回は M4 の iMac をレビューしていきたいなというふうに思っております。いやー M4 シリーズのね、Mac シリーズが発表されましたね。実はですね、はい、こちら、Mac mini、新型の Mac mini と、そして、こっちのね、MacBook Pro、3つともですね、Apple さんにね、先行で、お貸し出しをね、していただく機会をいただくことができました。今回はですね、アメリカ・ロサンゼルスで、新製品のね、体験イベントがあったのですが、とてもありがたいことに、本当にね、光栄なことに、そちら現地まで、僕をね、招待してくださって、実際にね、現地に足を運んで、全てのね、製品を、速報レポートを皆さんにね、お届けできたかなというふうに思っております。あの時のね、ワクワク感であったりとか、僕、アメリカ本土行ったのも初めてだったので、すごいね、やっぱりこう、人生単位でもね、思い出に残るような、素敵なね、体験をさせていただきまして、まあ、そんな中で、Apple さんのね、ニュープロダクトについてしっかりと勉強しておりますし、しっかりとね、詳しく詳細をね、見ていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひよかったらね、最後まで今回の動画見ていただければなというふうに思っております。というわけで、早速もったいぶらずにね、もう開封をしていきたいなと思います。今回はイエローですよ。はい。こちらでございます。全然軽いよ、これは。オープン。わー。いや、薄いな。めちゃくちゃ薄いわ。こんな感じ。背面の、色、めっちゃいいね。今回カラーがね、若干変わってるんですよね。これはね、イエローのカラーバリエーションのものですね。じゃあもう剥がしちゃいますね。いいですか？いきます。あ、これね、わかる？気づく？ここのね、今、照明がちょっと反射してるんやけど、反射率、ちょっと拡散されてますよね、明らかに。これはね、ナノテクスチャーガラスのね、モデルになるので、一般的なね、ディスプレイよりも反射とか映り込みっていうものをね、軽減してくれるディスプレイになっております。じゃあちょっとこっちのカメラでね、付属品の方もちょっと見ていきましょうか。こちらがマジックマウスですね。はい、こんな感じです。はい、黄色で可愛い。なんかね、やっぱ結構ゴールドっぽいな。で、USB Type-C ケーブルになりました。まあ、ここにね、刺さなあかんねんけどね、こんな感じで。で、USB-C ケーブル自体も、これね、黄色のモデルになっていますね。で、USB-C ケーブルで充電がなんとできます。はい。でも、この状態だと使えません。まあ、一回ね、満充電をするとね、まあ、1ヶ月ぐらいはね、持つとのことなんですが、まあ、ちょっとね、充電方法までは変わりませんでしたね。まあ、iMac のね、この電源のアダプターというか、AC アダプターがね、すごい大きいので、これはね、ちょっと注意点にはなるんですが、はい、こんな感じで、結構な大きさですね。まあ、MacBook Pro のね、一番大きいモデルの、充電器ぐらいよりもちょっと大きいぐらいのね、ものになりますので、ちょっとこれはね、かなりでかいです。で、最後、こちらでございます。マジックキーボード、点キー付きですね。オープン。わー。はい、どうでしょうか？この黄色のデザイン。可愛いんじゃない？かなりいいんじゃない？で、マジックキーボードも同じように USB-C になりましたので、USB-C 充電が可能となっております。じゃあ、そしたら起動させましょうか。いきますよ。はい、来ました。来た来た来た。で、もう接続されてますね。こんな感じで、スムーズに。うわー、ウォールペーパー可愛いな、今回。めっちゃいいやん。はい、今ね、初期設定をしてるんですけれども、僕、実はですね、緑のね、グリーンの iMac を、M1 モデルを持っています。それがね、こちらでございます。はい。これが、僕がね、所有している、ずっとね、使っている M1 のね、iMac ですね。で、ちょっとカラーを見てみると、このような形ですね。まあ、現地でもね、実際に全カラーを見ていたと思うんですが、まあ、僕が感じたものはですね、より原色に近くなったなというふうに感じています。このね、グリーンのものは、グリーンなんだけど、ちょっとシアンっぽいというか、青っぽさもあると思うんですよね。まあ、それがね、すごく綺麗な、僕が好きなカラーではあるんですが、今回のグリーンはよりこう、グリーンのね感じになってるというかね、本当にこう、ピュアなカラー、原色に近いね、カラーになってるんじゃないかなと思います。このイエローに関しては、まあ、ちょっとゴールドっぽさもある。すごい上品です。めちゃくちゃ。昔から見てくださってる方はわかると思うんですけど、僕、昔のね、27インチ iMac とかも使ってたんですけど、あれもすごい好きだったんですが、このね、今の iMac っていうのはめちゃめちゃ高級感があるので、本当にね、もうデザインが最高で、いろんなね、7色のカラー展開がありますので、これはね、結構テンション上がりますよ。めちゃくちゃいいですよ。はい、というわけでね、こんな感じでセットアップがね、完了しました。このね、壁紙めっちゃ可愛いね。やっぱりですね、このナノテクのね、こっちナノテクスチャのね、ガラスなので、やっぱ明らかに反射少ないよね。こっちの標準に比べたら。どう？
全然違うよね、やっぱり。はい、ということで、一旦ね、セットアップができました。で、ここからね、がっつりとね、レビューをしていきたいと思うんですが、ちょっとですね、このね、iMac をしっかりと数日間、しっかりとね、みっちり使い込んでみようと思います。その上で、分かったことであったりとか、ちゃんとね、レポートをね、していけたらと思いますので、ちょっとね、しばらく一回使い込んでみます。はい、というわけでですね、数日間ね、使用してきました。ここからはですね、もう実際にね、これまでにね、感じたことっていうものをもとに、実際にね、しっかりとお伝えしていけたらなというふうに思っております。で、今回のね、M4Mac シリーズのこう先行でね、レビューしていくにあたって、みんながね、こう気になってることっていうのをインスタのストーリーズで募集して、たくさんね、みんなにも意見いただいたんですけど、こういったこともね、定期的にやってますので、よかったらね、僕のインスタグラムもぜひよかったらフォローしてください。LA にね、行ってきた時のね、写真であったりとか、僕が普段ね、作っているような、映像であったりとか、写真とかもたくさんね、投稿しているインスタグラムになってますので、ぜひよかったらですね、インスタのフォローもしてもらえたらと思います。ということで、このね、iMac のレビューをね、やっていくんですが、まずはですね、今回ね、お借りしたこの iMac のこうスペックをまずね、お伝えしておきます。これがね、ちょっと前提になっちゃうんですけど、今回 iMac M4 2024年モデルの4ポートモデルですね。4つのポートがあるモデルで、CPU、GPU 両方とも10コアのモデルです。で、メモリが 32GB で、SSD が 2TB、そしてナノテクスチャーガラスの、イエローカラーという風なモデルになっております。なので、メモリがね、32なので結構ね、いいモデルでというか、SSD も似てたので、結構ね、がっつりとしたね、製品の方を、モデルをお貸し出ししていただくことができました。これまでの iMac との違いっていうところからね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思うんですけれども、まずこのカラー自体が、何度も言うことになりますが、変わっています。より原色に近くなったピュアなね、カラーになっているっていうところがまず一つ。そして、センターフレームカメラになっています。自分のことを認識して、自分がね、こう、移動したりとか、例えばこう、プレゼンをね、してるみたいなところで、ウェブ会議とかをつないでいるときにこう自分がね、移動して発表するとかなったとしても、それをこう自分をね追いかけてくれると、なんかそういう、フレーミングをね自動でやってくれたりするので、そういった機能が入っていたりします。で、今回のね iMac のめちゃくちゃいいのが、このデスクビューモードっていうのがあって、 iMac のねここをちょっと下に向けてあげるんですよね。で、下のね、場所を移してあげることによって、デスクのここの手元の部分をこう移すことができると。デスクのね、ビューだけじゃなくて、自分のビューもプラスで一緒に送れるんですよね。なので、どっちかを選ばないといけないというわけではなくて、デスクのビューも押さえておきながら、そこも見せながら、自分の顔もしっかりと、両方とも出力ができるっていうところになるので、これがね、すごくいいですよね。で、ディスプレイもね、大きく変わりましたね。ナノテクスチャーガラスということになったので、オプションでね、これを変更することによって、より反射を抑えた状態で、映し出すことができると。で、これはね、もう一回やっちゃうと変えることはできないんですが、ディスプレイのね、素材というか、加工っていうものを変えることができるようになっています。で、新たにサンダーボルト4のね、ポートを4ポート付けることがね、できるようになっています。で、僕のね、iMac M1 モデルとかだったら、サンダーボルトのね、端子の部分が、ちゃんとそのマークが入っているところだけサンダーボルトを対応していて、他はそうじゃないみたいなものがあったりするんですけど、これはもう全部サンダーボルト4なので、4ポートも逆にマークがなくて、全部ね、それで使えるみたいな、そういったことも、できるようになっておりますと。で、しかもですね、M1 のね、iMac とかって出力、外部のディスプレイの出力が1台しかできなかったのが、今回から最大ね、6K で2台まで出せたりしますので、外部のね、出力の可能台数っていうのもね、増えたという風な違いがあったりしますね。はい、というわけで、ざっくりと、M1 チップモデルのものと違いっていうものをご紹介をさせていただきました。では、こっからが待望のパフォーマンスですよね。どれぐらい M4 のね、パフォーマンスが良くなっているのかっていうのを M1 チップモデルとね、いろいろと比較してきましたので、それをですね、実際に結果をね、皆さんにお伝えしていこうかなというふうに思っております。で、今回のね、詳細なスペック両方がこんな感じです。若干ね、メモリとか SSD っていうのがね、その大きさみたいなところは変わっちゃうんだけれども、ただですね、チップっていうところがね、一番大きく、パフォーマンスっていうものには影響するはずかなと思いますので、かなりね、結果は違ってくるので、やっぱりね、そこら辺の性能っていうのには差が出てきました。まず、ベンチマークですね。ベンチスコアを、計測をしてみたんですけれども、CPU の、ベンチマークはこのような結果となりました。シングルコアとマルチコア両方ともやっぱりですね、M4 チップモデルの方が上がっていますね。で、特にやっぱりマルチコアのね、時の、パフォーマンスっていうのが、やっぱり、すごくね、あれは高いかなというふうに感じております。で、GPU のね、ベンチマークも計測してみたんですが、やっぱり GPU もね、もう 1.5 倍ぐらいですかね、大幅にね、向上しているところがありますので、両方ともね、数字的にもね、向上して
してるのがわかるかなと思います。はい、それではですね、動画編集でのパフォーマンスをね、チェックしていきたいなというふうに思います。こっちが M1 チップを搭載した iMac、こっちが M4 チップを搭載した iMac でございます。この動画は僕がね、普段作っているような YouTube 動画のものになるんですが、だいたい 4K30 フレームでだいたい30分尺ぐらいのね、タイムラインというふうになっています。特に難しい編集はしてないんですが、ちょっとね、素材が多かったりはするんですが、これでだいたい 4K の42210ビットの H265 のデータがどの程度動くかっていうのを見ていきましょう。じゃあ M1 から見ていきましょう。E マウントレンズベスト3をずっと人の動画そうなのって追いかけてるんですよ。意外といけてる。実は僕もこれだったんですよ。でもちょっとラグがあるな。はい、どうも皆さんこんにちは、あきです。今回は、はい、ちょっとエフェクトがあったりとかすると、若干ね、遅くはなるけど、意外と回ってますね。はい、ではね、次 M4 の方をね、見てみましょうか。こっちを再生。E マウントレンズベスト3をずっと人の動画そうなのって追いかけてるんですよ。ポートレート撮るなら 85mm。実は僕もこれだったんですよ。いいね。これだってはい、どうも皆さんこんにちは、あきです。はい、こんな感じですね。両方ともね、ラグはあるんだけど、リアルタイムに近い、ラグがね、少ないのは M4 かなというふうに思います。ただ、M1 も全然ね、頑張ってくれてるような印象はありますね。はい、じゃあ次はですね、YouTube 映像とかじゃなくて、2分ぐらいの映像作品ですね。これは僕が実際に制作をしたウェディングムービーなんですが、よかったらね、これの撮影の裏側とかもね、動画出てますので、よかったらこっちも見てもらいたいんですけど、じゃあちょっとオープニングから見てみましょう。あ、でも全然いけるね、M1 でも。ああ、いけんじゃん。でもちょっと格ついてはいるかな。はいはいはい。でもね、ナレーションとか、ボイスオーバーも入ってるけど、効果音もしっかりとあるけど、あ、いけるね、スピードランプとかも。いいんじゃない？あ、全然いけてるわ。ちょっとラグがあるぐらい。あ、はい、問題なさそうです。あんまり M1 でも。負荷が多そうなところに行きましょうか。この辺かな。ここら辺がちょっとやっぱしんどそうかな。効果音も多いからね。この辺切り替え早いから。でもいけてるね。おお、全然いけるやん。はい、意外と全然いけました。はい。で次これ M4 で見てみましょう。若干ねラグはあったんだけどね M1 は。じゃあ M4 でどうなるかを見ていきたいと思います。全然問題なさそう。でもやっぱりラグが1回もないね、こっちの方が。M1 でもいけてたけど M4 の方がやっぱり確実に安定。今ちょっと止まったけど。いやでも全然スムーズですね。はい、じゃあこの辺いけてるね。早いね。スムーズスムーズ。ここも全然24フレームでいけてますね。こういう風にマウスのねカーソルの場所を変えても全然動く。M1 は若干カーソルを動かすとちょっと重たそうかな。ちょっとこうなると重たそう。動かへんね今。じゃあそしたらねこれらをね一回書き出してみましょうか。ちなみに今回は両方とも内蔵の SSD に素材をね入れておりますので、外部ストレージにはね一切表示させていませんのでご安心ください。よーいスタート。はい、始まりました。はい、M4 の方がねちょっと今画面ギリギリですけど、今書き出しが終わりました。1分46秒でね完了していますね。それに対して M1 の方はまだ 65% ぐらいなので、やっぱ書き出しが全然違いますね。
はい、ということで、今ね、M1 の方も無事に終了しました。書き出し時間が3分20秒ということで、倍違いますね。はい、それではね、さっきのね、YouTube の長尺の30分の尺の動画を書き出していこうと思います。これがね、結構差が出そうですよね。僕としてはこういう動画をね、たくさん書き出しているので、これのね、時間短縮がどれぐらいいくかね、かなり気になります。では、いきたいと思います。よーい、スタート。はい、OK。開始です。ではこれでね、ちょっと、どんな感じになるか楽しみに見ていきたいと思います。はい、今ですね、M4 の方が終了しました。書き出しにかかった時間は45分59秒です。はい。結構ね、さすがにね、割とかかっちゃいましたけれども、今、M1 はまだ続いておりまして、残り30分ぐらいとなっていますね。はい、今ですね、M1 シリーズがね、無事に終わったんですけど、ちょっとね、何回もやってもね、エラーで落ちてしまったりとかで、夜にね、できなくて、ちょっと今朝ね、またやり直しました。それで、かかった時間が1時間15分25秒になっています。なので、M4 の方は45分59秒でできているので、だいたい30分ぐらいですね、こっちの方がね、短縮してできているので、こういった長尺のね、動画の書き出しになると、よりね、恩恵が感じられるなというふうに思います。はい、このようにですね、動画のね、プレビューとか書き出しとか見てもらったんですけど、やっぱり M4 チップモデルの方が、圧倒的に良かったかなと。特に書き出しですよね。書き出しの時間っていうのは、やっぱり早いなというふうに感じました。ただ M1 チップモデルでも意外とね、こう 4K 編集とかっていうのがね、全然いけんねやっていうのはね、分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。M4 チップだと書き出しのね、時間が本当にね、長尺の方だったら30分も短縮できてますから、例えばね、それを週に2本3本作るってなった時に、チェックも含めたら、週にね、僕は大体この30分ぐらいの尺を、5本ぐらいはね、やっぱり書き出すことになるんですよね。で、それがね、1ヶ月だったら20本になって、それが300でかけていくと800分ですよね。ってなったらさ、すごい時間が短縮できているわけになるので、やっぱりですね、可処分時間的なところで、こう動画の書き出しであったりとか、プレビューはもうある程度いろんなね、Apple Silicon 搭載 Mac でできますので、よりこう書き出しとか、こう再生のスムーズさとか、あとは M1 チップモデルだとやっぱ書き出しの時にもうちょっとね、メモリがいっぱいいっぱいで、エラーっていうのがね、結構出ちゃったんですよね。もうメモリがもういっぱいですみたいな、進めれませんみたいなのがあって、もう再起動したりとか、やり直したりとかあったんで、結局そのね、エラーが起きると書き出し時間全部パーになっちゃったりっていうのが、実際2回ぐらい起きたんで、それらも含めると、やっぱりですね、M4 チップの方が、動作はね、完全に安定してるんじゃないかなというふうに感じました。で、正直なところ、M3 から M4 とかだったら買い替えはなくていいと思ってます、個人的にね。やっぱり Apple さんも、こう、ベンチマークとかスコアをね、こう話すときに、ちょっと2世代前からのね、チップとの比較があると思うんですよ。M3 から M4 に乗り換えるっていう前提ではないと思うんですよ、設計がね。なので、僕のように今 M1 チップの搭載した iMac を使ってるとか、あるいは、M2 の MacBook Air をね、使ってるみたいな方は、この M4 の iMac を乗り換えると、パフォーマンスっていうところではすごくね、進化っていうのは間違いなく感じれるかなというふうに感じました。はい、というわけでですね、ではここからは実際の使用感というか、実際にね、使用していて感じたことっていうところをお話ししていきたいと思います。まずですね、ディスプレイに関してなんですが、これはね、ちょっとね、すごい伝え方が難しいんだけれども、ナノテクスチャーガラス、これはね、いいんですが、よほどな理由がない限り僕は標準でいいと思いました。ナノテクはね、すごくやっぱり反射はね、抑えれます。比べてみると、やっぱ明らかに違うんですよ。ただですね、ナノテクにすると、やっぱりこうマットっぽいこう画面になるんですね。iPad とか iPhone でもこうマット系のね、フィルターってあるじゃないですか。ああいうのを引いたような形になるんですよね。なので、僕はね、それがあんまり好きじゃないんです。個人的には。っていうのも、やっぱり若干、こう標準のものに比べたら改造感が悪く見えちゃう。実際は悪くないんだけど、ちょっとね、悪く見えちゃう。反射がね、防がないといけない環境にある方以外は、標準の方がやっぱいいと思います。元に戻せないのでね。はい。っていう風には感じましたかね。ただですね、ディスプレイ自体はもう一級品です。本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。10万円とか20万円するディスプレイよりも、明るいんですよ。Apple のディスプレイの強みっていうのは僕はねもう発光力だと思っています。このチャンネルでこれまでねベンキューさんのねモニターとかも散々紹介してきましたけど、こういった20万円とかね10万円15万円するようなモニターももちろん性能はいいしカラーのね色表現性っていうのはめちゃくちゃいいんだけど、やっぱりねどこまでいってもこの発光力ディスプレイの明るさには勝てないんですよ。勝てないっていうとねちょっと言い方きついんですけれども、やっぱり Apple のディスプレイのこのね明るさとか発光感も Apple 特有の
美しさっていうのがあるんですよね。これはね、本当に素晴らしく綺麗なので、もうここだけでも僕はね、iMac を選ぶ価値があるなというふうに感じております。で、それに伴ったベゼルですね。正直ね、ここまで iMac のね、画面っていうのは、すごく大きくて綺麗なんだけれども、このね、白枠の部分ですよね。こういった白のね、枠の部分が若干気になる方多いかと思うんですが、これに関しては、正直ね、僕も、もったいなさは感じちゃいます。もうちょいね、広くなったらよかったのにねって思うんですよね。ただ、その黒じゃないホワイトっていうのは、僕はね、これはこれで良かったんじゃないかなと思うんです。というのも、これはね、iMac というデザインに関して思うんですが、インテリアを崩しません。本当に。なので、これがね、黒のね、フレームであるということで、その時点でちょっとね、メカメカしくなってしまうと思います。それがね、スタジオディスプレイとかでは、やっぱ黒のね、ベゼルになるので、おしゃれなね、雰囲気のインテリアを作った時に、若干やっぱりね、ちょっとこう、テック要素っていうのがね、混ぜられてしまうような感じがするんじゃないかなと、個人的には感じるんですよね。なので、ホワイトベゼルのデザインっていうのは、本当に優しく、インテリアに馴染むと思うし、こういったアクセサリーとかも、基本ホワイトプラス1個の原色カラーになるので、これはね、特にね、女性の方とか、なんかこう、コーディネーターの方とか、デザイナーの方とか、そういった方にはすごくね、いいところなんじゃないかなと個人的には思ってます。すごく僕は素人ではありますが。はい。で、そして次がですね、このね、電源のアダプターに関してなんですが、はい。このようにですね、iMac がね、ここのすごい AC のアダプターっていうものをね、大きなものを通過して、供給をしているといった形ですね。で、さらにですね、ここに Ethernet、有線 LAN のポートがあるんですね。これはね、非常に仕組みとしては僕はすごくいいと思います。この本体はちょっと薄すぎて多分つけれないっていうのもあると思うんですが、ここにね、持ってきたのは結構僕はいいんじゃないかなと思うんですよ。個人的にはですけどね。これがね、結構でかいです。本当にでかいです。でかくて結構重めになるので、しかもね、結構ちょうどいいね、中間地点にこれがやっぱあるから、ちょっと配線がね、難しいんですよね。このね、黄色のケーブルだけでもあんまり長くないし、この白の部分だけだとちょっと短いしっていうので、若干ね、こいつをね、どこに置こう問題が結構出ちゃう気がします。なので、お店とかオフィスとかで、これをね、全部隠したい人は若干工夫がいるかなというふうに感じますので、そこはね、ぜひ知っといてもらえたらと思います。で、ちなみに Mac mini はこれがありません。Mac mini はこの電源をね、内蔵しちゃってるんですよ。もうこれも意味わからないんだけど、なんで入っちゃってんのって感じやねんけど、そうなんですよね。っていうのもあったりするので、ちょっとこの電源ケーブルは、購入される方はちょっとね、知っといた方がいいかなと思います。はい、というわけでですね、もうだいぶ終盤になってきましたが、ここからは iMac の選び方とその注意点をね、お話しできればなというふうに思っております。これはね、ほぼほぼ注意点がね、メインになってくるんですけれども、iMac 選ぶときに結構ね、注意しなければいけないポイントが、いくつかございます。まず一つ目がですね、最小モデルには注意をしてください。要は最小スペックの本当にね、初めて選択ができる iMac からの注文っていうのはね、結構いろいろとね、制限がございます。というのもですね、この背面のポートですね、ここが2個しかありません。最小モデルに関しては。はい、なので、本来4つなんですけど、これが2個だけになっちゃうんですよね。これがね、結構少ないです。はい、2個っていうのは。結構きついと思います。なので、これは注意。そして、最小モデルだと、このね、はい、キーボードのタッチ ID ですね。これがありません。これロックボタンのものになっちゃうので、指紋で開けれないんですよね。これがね、ちょっと苦しいと思います。やっぱりね、PC っていうのはね、スリープから戻すときに、ロックを開けないといけないじゃないですか。そういったときに、タッチができるっていうのはもうめちゃくちゃ楽なんですよ。C っていうなら Face ID つけてよって思ったけどね。こんなにいいカメラあんねやったらつけてやと。センサーなのかもしれないけど、はい。とは思うんやけど、やっぱいると思う。だから iPhone でいう Face ID も Touch ID もないみたいな形になっちゃうんで、結構きついんですよ、それが。はい。結構めんどくさいので、はい。これはね、やっぱ大きいですよ。で、そして2つ目がですね、iMac は基本的に高さ調節ができません。はい。ここもね、なかなか注意点です。はい。なので、姿勢的な問題で高くしたいっていう方は結構そういったニーズがあると思うんだけど、それね、結構不便なんですよね。モニターとして自由に向きとか角度とか高さを変えたいっていう方は、ベースマウントのオプションにした方がいいです。はい。ただですね、これはこれで、要はモニターもね、つけるような形になるので、自由に動かせるんだけれども、スタンドがつかなくなるんですよね。ここのね、傾きの調整はできるんだけど、上にはできない。上下にはできない。で、横にもできないっていう、このね、固定力っていうのが結構著しくね、縛られてしまうので、ここはね、注意なんですよね。で、あとね、最後に、買ったらね、変更できないっていうことが、一番注意なところです。というのも、ここにね、全てが入っちゃいます。iMac っていうのは。なので、後からね、何も変えれないんですよ。メモリを増やしたい、SSD を増やしたいとかなっても何も変えれません。
はい、なので、そもそも買った時の状態がもうベストな、形になっておかないといけないっていうのがあるので、ちょっとね、スペックはもし余裕があれば余分に変えることがお勧めしたいんだけど、はい、それはね、オールインワンの良さでもあり、不便なところでもあるのかなといったところになってくるかなと思います。はい、というわけで最後にですね、どんな人におすすめなのかご紹介して終われたらと思います。M4 の Mac シリーズね、今回3つ出ました。その中で iMac がおすすめな方、Mac mini でも MacBook Pro でもなく、これがおすすめな方っていうのは僕のね、意見でお話しできればと思います。まず一つ、PC は必要だが、インテリアを崩したくない人です。PC というもの自体は必要。ビジネスをしていく上で、自分のね、こうやりたいこと、クリエイティブとか、いろんなことをやっていく中で、PC は必要なんだけれども、部屋の雰囲気を崩したくないとか、オフィスをおしゃれにしたいとか、そういったところが第一優先で来る人は iMac がもう選択肢として一番グッドです。はい。間違いなく iMac がいいと思います。で、2つ目がですね、アイランド型のデスクを使用している方です。はい。というのも、このアイランド型、僕とかね、今ここにあったりしていて、先日ね、このね、スタジオのルームツアーとかやったりしたんですけど、よかったら見てもらいたいんですけど、ここのデスクっていうのが、もうこっち側が何もないアイランドデスク型になってるんですよね。僕の意見ですよ。僕のね、ただの好みなんですけど、iMac の良さは背面なんです。背面のデザインが一番美しいんですよ。なので、背面が見えるデスクだったら、これを選んでほしい。本当に、もう超可愛いから、もう置いてあるだけですっごく気分が上がりますので、そのね、もうアイランド型でね、作業してる方、オフィスワークをしてる方、これはね、使った方がいいと思います。で、3つ目がですね、そこまでヘビーなね、作業をしないという方にも、iMac がやっぱりおすすめかなと思います。正直なところ、僕のね、こう、チャンネルの制作している動画だと、ちょっとやっぱメインとしては物足りないです。ただ、よりですね、こう、ラフなね、ものを作っている方、例えば、写真の編集ぐらいとか、動画もね、4K の、YouTube にね、Vlog アップするぐらいとか、あとは、映画を見たりとか、Netflix を楽しんだりとか、なんかそういうライトにね、パソコンを楽しみたい方とか、あとはね、僕的になんか Excel とか、なんかそういったオフィスワーク系のことっていうのは、メールの返信とかは iMac すごく向いてます。画面の表示も大きくて、白の発光力も結構あるので明るくなるので、はい、そこはね、すごくいいかなと思います。なので、すごくね、ライトな作業をする程度の方はこっちがいいと思います。で、最後はですね、ゴリゴリの人のサブにもおすすめなんですよ。はい、どういうことかというと、僕はね、結構映像の本当にがっつりと作るものはもう M2Max の 96GB メモリの、4TB っていうね、もう結構なハイスペックなね、マシンをもう用意してるんですよ。で、それのサブとして M1 のね、グリーンの iMac をずっと使ってるんですよね。なので、サブとしてめっちゃいいんですよ、これは。というのも PC をね2個分けるっていうねところは、人によってどうやって分けるのみたいなことあると思うんですけど、最近はねもうほぼクラウドじゃないですか。メールだったり Notion だったり、今ならデザインも Canva とかさ、もういろいろクラウドで管理できますよね。なので本体ストレージもそんなになくても、クラウド経由の仕事とかって全然こっちで僕やるんですよ。なのでこう本業のねめちゃめちゃゴリゴリヘビーにやるのはもうそれはそれで使って、でそれよりも楽にやるときはこっちでねちょっと気分も変えてサブとして構えてやるっていうのもね、ちょっと贅沢ではありますが、そういった使い方として僕はねすごくめちゃくちゃ最高なので、そういったね使い方としてもちょっとお勧めできればなと思ってご紹介をさせていただきました。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。 M4 iMac レビューをねさせていただきました。価格に関しては19万8800円からとなっております。ただこれはね最小モデルになるので、できればもう1個上げた状態の、4ポートモデルから選んでいただくのがねやっぱり高いけどね、高いんやけど、いいんじゃないかなと、個人的には思っております。で、そして今回ですね、Mac mini と MacBook Pro のね、M4 モデルのね、レビュー動画も、合わせて同時公開をしておると思いますので、よかったらね、概要欄に貼っておきますので、そちらの動画もぜひチェックしてもらえたらと思います。で、そしてここからのね、動画の公開予定としては、Mac を購入したらね、まずは絶対にね、やっておくべき初期設定とか、便利な設定というのを皆さんに解説します。そして、Mac におすすめな周辺機器とか、アクセサリーとか、そういったものも僕のおすすめを紹介してしまいます。で、そしてさらにですね、この動画をね、見て、わからなくなった。もうどれを買えばいいかわからなくなったっていう方向けに、今、MacBook を購入するならどれがいいのか、選び方とか、Mac について自分に最適なモデルを見つけるというね、一緒に選ぶ完全ガイドのね、動画もしっかりと制作をする予定でございます。ぜひよかったらですね、皆さんこのチャンネルを忘れないように、いいねでね、保存しておくとか、チャンネル登録でね、見逃さないようにしていただければなというふうに思っております。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。LA でのね、動画とか、LA の Vlog も多分上がってるんじゃないかなと思いますので、そちらもね、合わせて見てもらえたらと思います。では皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。